おはようございます。まだちょっと暗い。もう夜が明けるのがだいぶ早くなりましてですね。今もう6時なんですけど、6時だったらね、本当はね、うっすら明るいんですよね。ただ今日はちょっと天気が悪い。でも今日撮影しないとちょっと編集が間に合いませんので、天気予報ではね、晴れるとなってるんですけど、どうなるか。こっちの雨の飲み込みの悪さは何？なんじゃこりゃ。ゴミか。ゴミのおかげで片方は何も。今日から潮が立ってるんですよね。リベはおったけど、よいしょ。全部あっち側に落ちてくれましたが、お、すごい泥かな。なんか死んでるっぽいですけどね、見た感じが生きた感じな感じがやっぱり泥か。芝エビが今現在主になってますから、芝エビいないとこやってもなって感じです。ミミズおった。おー、さすがのカモメもする。よっおっと、こんなのもう明らかに落としとるか捨てとるかどっちかですね。もうこんな石があるようなとこじゃないんですけど。お、タコやん。ここはいるとタコがでかい。うわー、困ったなこれ。魚っ気が全然いないんで寂しいなと思ったんですけど、寄ろうと思ったらこれはかなり悪くない。ここでいいような気がします。エビの量が半端ない。魚の方が派手なんですけど、特にこういう動画とかもいない時期なんで5、6本見えたと思うんですけど、あとガラもいない時期ですからね。お、コツつがい。これね、中目入り見たことないんですよ。見てみたい。こんな貝がね、昔いたんすね。食べてみたいですね、これ。これ先っちょまっすぐじゃなくてちょっと曲がってるんですよね。曲がってるやつも見つけたことあるんですけど、持って帰るまでに壊れるんですよね。中はね、中にもう一個貝があるんです、実は。こういうその中に貝が多分いるんでしょうね。この中にこれ本当に中身で見てみたいです。こっから先が異常に硬い。まあ硬いと言っても知れてますけど、あと意外にこれが人気です。最近見始めた粒が潜ってるんですよね。最近増えてきました。めちゃくちゃ人気ですね。これ西貝より人気。西の方がね風味がありますけど、あの風味を嫌う人もいますんで。あとこっちの方がちょっと食感硬いですよね。多分佃煮にして食
選べるんですよ。直売所なんかもすぐ売れますこれ。ちょっとだけ晴れてきました。ちょっと岡口入れたらもういいが少ない。やっぱり起きてない。今日まあ動画見えとるし、今だと5本ずついてくれればもう本当助かる。降りました。中身ありそうでしょ。緊張の一瞬。ヤドカリじゃなかったくて、おー、降りました。天狗西。これね、大して美味しくないですね。あんまり火を通しすぎたら硬すぎますね。味が短いほど味とか風味があるわけでなく、でも味とか風味がないだけで美味しくない貝ではない。ただ美味しい貝でもない。やったね、レアなイベント。こんなんも出てきた。来年用、来年というか来シーズン用。あの辺が柿方なんですよね。大狭山なんですけど、柿方から大狭山にかけて天狗西いるんですよね。あと頼島の港の木とか。あれ、なんか指が見えない。あれ、これではダメだな。突然ダメに。でも酔ったら一応ガラがこれだけ。ガラって今もうどこにもいないんですよね。一番これだけいたら本当にすごいですよね。ただ今のところはもう通さないようにします。貝殻が嫌なんで。何に行ったのか知らんけど、どえらいことにわからんかと思いました。もう小川はないんですけどね、泥抜きだけで5分かかりそうです。何に行ったのか。貝殻ゾーン避けたんですけどね。潮返しなんでヒラメ狙いで移動しようかと思ったんですけど、でもやっぱりどうかな。貝殻ですか。きつい。こういう風に貝殻すくうとね、昔の貝がよく入るんですよね。こんなこれとこれは別でしょうね。分厚さが違う。こんなほぼ完全体が長い。こっから先はちょっと曲がってるんが何回か見たことあります。こんな感じになってるんです。これを曲がったこの状態で保存しとくのがすごい大変だ。家まで持って帰ればこちらのもんですが、沖でこの状態で取っとくのが大変。船揺れてますからね、こう。結構溜まりましたね、貝が。これがすごかった。こんな長いのはなかなか見ません。あー、割れちゃってる。
やっぱりこれのために出てきているんですね。そのうち海中がこれになります。やっと晴れてきたのはいいんですが、動けが全くない。ボーナスタイム来てほしい。見えてる。しかもなんかでかいような木がでけえ。これはいい。うわー、これはいい。しかも入ったばっかり。これマジでいい。すごいパワーが半端ない。お、やばいって。絶対に来てもらわないといけませんので。素晴らしい。でもまあボーナスタイムなんでしょうね。来るということはここでじゃない、これですな。もう今日のサムネはこれでしょうね。よいしょ。おお、素晴らしかった。ナイス。この大きさでもあんまり多い時じゃないんで、ヒラメとこの大ヒラメとゴブっていうすごいこれをまた見つけたゴマフ玉激レアさん。この辺にいますね。前回見つけた時もここでした。すげえ。ちょっと汚れるところ通しすぎた。まあ汚れる方行けばこういうもんもある。ガラがどれぐらい出てくるかですね。いやでも結構おるなエビ。動画もにおるし。いや結構おるな本当に。お、なんか急に出たか。塩マジメパワーか。晴れたのがいいのか、晴れてからの日がちょっとなんか全体に入ってる。まあ気温も変わってるのは変わってるんですけど、ラストにもう一度ヒラメ来い。よいしょ。ゴミでした。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。今日一番の漁獲物はこちらです。ゴミ4日分ですがこれお、ついに取れた。夜鳴き貝。違うわ、天狗西だよ。天狗西。大きいが。見た瞬間これ中身入ってると思った。裏側見た瞬間おー、綺麗じゃんもう。どうしてくれようかみたいな
まあ別の瀬戸内海じゃなかったら珍しくないらしい。あ、そうなんや。九州の普通に売っとるらしいよ。なんか嬉島では、嬉島よか岡山では珍しいはい、らしい。ほぼなんか見たことなかったもん、うんずっとなんかもやったね。やったね。ダメ1カニ1です。はい。あとはエビ一生懸命拾ってきました。はい。岡山冒険の書さんの。高見さんから何やった黒むつをいただいておりますので、今日はそれを食べたいと思います。はい。はい。黒むつっちゅうのをいただきまして、初めて食べます。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。鴨泉と読むんでしょう。広島県西条市、標高350メートルの高原台地にある造花地区で作られた山田錦を使っているそうです。純米酒です。本当は多分大吟醸より香美南を純米酒とか、その蔵の香美南を読んだ方がその蔵の味がよくわかるでしょうね。いただきます。思ったよりもっと匂いがあるかと思いましたけど、思ったよりない。でもやっぱちょっとありますね。大吟醸のような爽やかなフルーティーな感じはないです。ちょっとまた熱燗でも行ってみたいと思います。日本酒はちょっと鼻について飲めないような感じのやつもあるんですけど、これはそんな感じじゃないですね。先ほどの黒むつ氷にいたしました。味の評価を見てみたら、鈴木系らしいですね。なんと確かに見た目はなんとなく似てるといえば似てますけど、歯を見たらサワラですよね。調べたらね、究極の美味、初めて食べますけど、究極の美味、今回で3種目ですかね。干しガレーに似た松川、あと鈴木に似た富山の方にいただいた、名前出てこんな、出てこん、鈴木に似た魚、あれはもうめっちゃ今まで食った大きい魚の中で一番うまかったかな。あれその美味しかった魚が思い出せない。あれも究極の美味でした。ではいただいてみます。醤油ちょっと何にしようかと思ったんですけど、やっぱりちょっとよりしもの醤油で、結局慣れてる醤油がやっぱ一番美味しいということで、他の醤油ももちろん美味しいんですけど、嬉しい。初めて食べる。ここか。これやな。いただきます。初黒むつ。甘い。味濃い。喉越しとか食感というよりも味ですね。これ味が濃いです。本当に。なるほど、黒むつってこんな感じなんじゃ。炙りいただきます。炙りはやっぱり香りがあって美味しいんですけど、身の味自体が結構濃いんで、炙る必要ないぐらいこの刺身が美味しいですね。あとやっぱ鈴木らしい食感、コリコリじゃないですね。これも多分干したりしたらもう多分ものすごいグミになるんでしょうけど、柔らかくてかなり美味しいですね。照り焼きです。照り焼きもしてみました。これをすると多分食感出るのかな。いただきます。食感も出ない。もう味が濃い。醤油の味が濃いとかじゃなくて魚の味が濃い。これだけ味付けしててもちゃんと魚の味分かりますもんね。この照り焼きはもう日本酒ですね。これは日本酒だわ。塩焼きもやってみました。いただいてみます。いい匂い。この身の感じが本当鈴木ですねって言おうとしたら、とてもいい匂い。本当にめちゃくちゃいい匂い。いただきます。塩焼きにするとあんまり魚のこの味がこっちとこっちで感じる味があんまりなくなりましたね。これとこれとこっちの方が好きかな。香りがいいですね。塩焼きの方がやっぱりなんかいい匂いがします。
これはもうでもこの料理は完全に日本酒ですね、ほんと。もしくは焼酎。黒むつのお出汁だそうです。ああ、ほんとわかるわ。結局優勝はこれなのか、いつも。